皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、台湾総統選について取り上げていきます。2024年は世界各国で主な指導者たちの選挙を迎える年です。特に影響が大きいのがアメリカ大統領選挙なわけですが、台湾の総統選について言っても、中国との関係がどうなるかを考える上で非常に重要な選挙です。今回は台湾総統選主な人物について取り上げようと思います。といったところなのですが、今回の台湾総統選おそらくは与党側が勝つのではないかと思うので、与党側の候補者である頼清徳氏にだけ焦点を当てます。こうした総統選挙の場合だと主だった人物全てを紹介するのが筋だとは思うのですが、どうせ選挙で負けるだろうというのを見越した上での紹介なので、その点についてはご了承ください。そしてなぜそのように与党の方が勝つだろうと思えるのか、ここ最近の動きについて今回の動画ではご紹介しようと思います。それでは台湾総統選、与党の候補者頼清徳氏について少し見ていきましょう。台湾総統選、明日投票、3人の候補者が最後の訴え、4年に一度行われる台湾総統選挙の投票日が13日に迫り、中国と対立する与党と中国との交流拡大などを訴えて、政権交代を目指す2つの野党の候補者が12日夜に大規模な集会を開いて最後の訴えを行うことにしています。13日に投票が行われる台湾総統選挙には与党民進党の頼清徳氏、最大野党国民党の侯友宜氏ら3人が立候補しています。選挙戦は中国との関係が大きな争点の一つとなる中、中国から台湾独立主義者などと非難されている民進党の頼氏が野党の2人をリードしているとみられます。こちらの写真が与党民進党の候補者頼清徳氏です。ただ、同時に行われる立法委員選挙では民進党が議席を減らすというのが大方の予想で、頼氏は総統選挙で勝つだけでなく、立法院で過半数の議席を取らなければ国が前に進まないと訴えています。与党民進党頼清徳氏4年前から副総統。頼清徳氏は64歳。台湾北部で炭鉱労働者の家庭に生まれました。幼い頃に父親を亡くし、富岳して内科を専門とする医師になりました。1996年のいわゆる台湾海峡ミサイル危機を契機として政界に入り、1998年から4期連続で国会議員にあたる立法委員を務めました。2010年には台湾の中で大都市として位置づけられる直轄市となった台南の初代市長に当選し、2014年の市長選挙でも 72.9% という高い得票率で再選されました。その後、高い実務能力と人気を買われ、2017年に1期目だった蔡英文政権の首相にあたる行政委員長に就任。前回4年前の総統選挙には副総統候補として蔡英文総統とコンビで立候補して当選。その年の5月から副総統を務めています。頼氏は行政委員長在任中に自分は現実的な台湾独立工作者だなどと発言したことがありますが、副総統についてからはこうした発言はせず、台湾を守り、国の経済を発展させ、人々を幸せにする。これが現実的な工作者が努力すべきことだ、などと主張しています。一方、中国当局は、頼氏の過去の発言などを捉えて、頼氏のことを独立派やトラブルメーカーなどと名指しで非難し、警戒しています。頼清徳氏は中国との関係について、台湾は中国の一部だという中国の主張を認めず、アメリカなどとの関係強化によって中国を抑止しようという現職の蔡英文総統の路線を引き継ぐ姿勢です。頼氏は防衛力、経済、そして民主主義陣営との協力を強めることで抑止力を発揮させる、戦争に備えることによって戦争を避けると主張しています。頼氏は日本との関係については全方位で協力したいと述べ、とりわけ観光をはじめとする人的な交流、貿易や投資、水素エネルギーの開発、それに安全保障を挙げました。インド太平洋地域の平和と安定は全世界共通の責任だが、最も鍵となる役割を果たす国は第一に台湾、第二に日本だ。中国の脅威に我々が最も近いからで、できる協力は全て行うべきだと述べ、日本が安全保障分野で台湾との協力を一層深めることに期待を示しました。なお、この記事では台湾総統選に出馬する野党の2人についても記事がありましたが、その部分については省略しています。
そして台湾総統選にかなり影響が出るだろうと思われる出来事が発生しました。台湾総統選を左右する失言となるのか、馬英九前総統、習近平を信用しなければならない。野党に逆風か。13日投開票の台湾総統選を左右する失言となるのか、最大野党、国民党の馬英九前総統が中国の習近平国家主席を信用しなければならないと述べた。有権者が国民党への警戒感を高める可能性がある。選挙戦では与党民進党の頼清徳副総統を国民党の侯友宜氏が猛追しているが、江氏側は味方に足を引っ張られた形だ。馬氏は2008年から2016年まで総統を務めた。中国に近く、現在も党内で影響力を維持している。8日、ドイツメディアの取材に応じた馬氏は、中台両岸問題では、習氏を信用しなければならないと発言した。さらに、中国と台湾の統一についても受け入れられると述べた。台湾総統選は日本から見れば、台湾と中国との関係が今後どうなるかについて注目するわけですが、一方で台湾に住んでいる人は、外交関係だけが生活の全てではありません。台湾経済についてどうなるか、経済問題というものは非常に重要です。国内問題というのが最も関心が高いのはどの国においてもそうでしょう。しかし、今回の総統選においては、中国側との関係を気にする人はやはり多いです。今回紹介した2つ目の記事では、野党側の前総統が中国の習近平国家主席との関係をもっと深めていって、台湾は中国とのいわゆる一国二制度も受け入れるかのような発言を行いました。これは多くの台湾の人々にとっては受け入れられない発言だと私は思います。なぜならば、台湾における世論調査などにおいても、自分が何人なのか、そのようにアイデンティティについて聞かれたときに、私は中国人だと答える人よりも圧倒的に、私は台湾人だと答える人の方が多いという結果が出ています。これは中国の中の台湾という位置づけではなく、私たちは台湾人であるという意識を持っている人が多いことを示しています。これらの人たちにしてみれば、あなたたちは台湾人ではありません。中国人ですよと言われることを決して快く受け入れることはないでしょう。そして台湾の人々は中国に飲み込まれる形で自由が奪われた香港の人たちのことを知っています。少なくともまだまだ中国による同化政策が進められることはないだろうと思われていた香港において、もはや自由がなくなっていくその光景というものを台湾の人々は知っています。ですから今回のような発言があることは必ずのように、野党側は習近平の息のかかっている状態なんだなというのを強く意識せざるを得ないでしょう。また、ここ最近の出来事として、中国側が台湾に対して何の通告もなく衛星を宇宙に打ち上げるといったことを行いました。この時は軍事用のミサイルではなく、あくまでも宇宙開発事業の一環として打ち上げたロケットなのですが、台湾側は事前に通告を受けていなかったものですから、これをミサイルかもということで警戒情報を国民向けに発信しました。これは事前通告がなかったことから中国側の何らかの嫌がらせ攻撃だった可能性があるわけですが、野党側は警戒情報を出したことそれ自体が与党側が中国の脅威を煽っているんだというような表現を行いました。これをどう国民が判断するか、本当に中国の脅威はないのかといえば脅威はあるはずで、警戒情報を出したことは私は評価されるべきことだと思います。そして中国側からの様々な工作活動が伝えられています。それは中国と台湾との間において人々の移動といったものはある程度行われています。人的交流が進められる中において、中国側が台湾の人々、特に野党側の人員について接待旅行に多くの人々を招いていて、中国側で接待をした上で北京政府に対し弓を引くような政党や人物に対して指示を行わないようにというような発言を延々と聞かせたといった話などが報道されています。こういった話、台湾のいわゆる不動層の人たちにとっては、やっぱり中国側はそのような工作活動をしているんだというふうにして、これまでは与党野党、あまりどちらに対しても興味や関心がなかった人でも、中国側の動きというものを聞けば、与党側の方へと気持ちが
動くのではないかと私は思います。また中国当局は頼清徳氏に独立派だみたいなレッテル貼りを行っているわけですが、これは中国との間に戦争が起こりかねないような人物だということをイメージさせるためのレッテル貼りで、実際には台湾独立を目指しているとは考えられません。台湾の目指しているのは独立というよりも、現在のようなある意味ふわふわとしながらも現状維持を望んでいます。なぜならば台湾独立のような動きをすれば、必ずのように中国が軍事的な圧力を高め、実際に軍事力を行使する可能性が高いからです。このようなことは台湾の多くの人々も別に望んではいません。そして政党の側もそのようなあまりにも危険な出来事を誘発させる行動といったものは避けています。以上のような事柄から、議会選挙においては国内経済について不満を持っている人たちを中心として与党が議席を減らす可能性は高いと言われているわけですが、一方で台湾総統選という意味においては中国側の動き、そして中国側との関係を深めようとしている野党に対して国民の方がむしろ反感を持ち、与党側の候補者である頼清徳氏が当選する可能性が高いと私は思っています。対中国戦略という意味において台湾の総統が誰になるかというのは非常に重要なことです。これは日本との関係もそうですし、日本との中国との関係においてもやはり重要なことです。台湾の頼清徳氏が総統になるかもという話については、これからの国際情勢を見るときに重要な知識の一つとなるので、皆さんも押さえておいてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また頭の整理に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。